報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第79話、異常な存在と闇の視線。前線に足を踏み入れた瞬間、視界が一瞬で色あせた。焦る火花、亀裂の走る大地、上空を咲く魔法光線。ゴブリンの群れが怒涛のように押し寄せ、背丈3倍はあろうオーガが棍棒を振り下ろし、その頭上では不幸型の魔獣が魔法陣を展開していた。敵の質も数も訓練用のゴーレムなど比べるまでもない。それでも3人の顔に浮かんだのは恐怖ではなく静かな高揚だった。カスマサが新たき弱山の剣を抜く放つ。歯が空気を割った瞬間、灼熱の奇跡が走り、地面が赤く裂ける。こう突っ込んできた魔物たちがまとめて炎の渦に飲み込まれた。カスマサはほんの一瞬だけ驚く顔をした。軽い剣そのものは驚くほど手になじむ。以前よりも振り抜く軌道が滑らかだ。だが次の瞬間、ずしんと腕に重さが返ってきた。炎だけが質量を持ったかのようにのしかかる。切るというより押し出す灼熱が線香へ叩くつけられる感覚。剣は軽い。だが振るうたび炎が重くなる。なるほどな。一心の口元に笑みが浮かぶ。炎は歯に吹きずられているのではない。白だ。残虐そのものが炎に吹かれている。それはただの一撃ではなく腹たきという武器に宿る意志のようだった。次の瞬間、一心の踏み込みがさらに深くなる。抜けろ。地面をえぐる炎柱が走り、前線の穴が一気に広がった。美咲はその背後で杖を掲げ、二重栄翔を発動する。空気が張り詰め、重ねられた栄翔が戦場の水分そのものを震わせた。片手で魔力を収束、もう片手で軌道を制御。彼女の足元に淡い文様が幾重にも重なっていく。水蛇の本流。地面から立ち上がった水蛇たちが絡みつき、生き物のようにゆねりながら走る。逃げ場を与えぬ軌道で包み込み、締め上げ、ねじ伏せるたび、骨ごと押し砕ける鈍い音が響いた。次の瞬間、美咲は軽く息を吸い、拘束された魔物へ指を軽く引いた。落ちて音もなく放たれた極細の水槍が数十の急所を同時にうがち抜く。圧力だけで肉体をうがつ保持水霊にあり、魔物は悲鳴を上げるいとまもなく崩れ落ちた。イメージが形になる本当に早い。美咲の唇が戦いの中でわずかに笑みを描く。栄翔はない。杖を前に突き出すだけ。轟と世界が潰れた。前方に立ち上がる透明の城壁。触れただけで骨を砕くほどの圧力を秘めた。圧縮水からハイドロドームが味方を包み込む。同時に水壁の内側から細い残線が解く放たれた。飛ぶのではない。走る。端子を一線。地面を舐めるように走る水場が敵の魔法陣に触れた瞬間、神経そのものを削り取り消し去っていく。ただ静かに淡々と水だけが戦場を塗り替えていく。それが美咲の水だった。剣豪は重節の盾を地面に叩くつける。大地が鳴り、空気が一瞬潰れた。恋を全部まとめてだ。盾の中心に走る黒い門が脈打つ。次の瞬間、周囲の世界が沈んだ。視界がわずかに歪む。音が低く重く吹き伸ばされる。八海領域。重力そのものをねじ曲げる異常な領域。足を踏み入れた魔物たちは一様に動きを止めた。止まったのではない。押しつぶされていた。筋肉がくしみ、骨が悲鳴を上げる。膝が砕け、地面へと叩く伏せられていく。ふーかー。オーガの巨体が地面へ沈み込むたび、地面が波打ち、ひび割れが周囲へ走
広がり、まとめて敵を地面へ叩くつけた。時計。圧縮された重力が弾丸のように打ち出され、飛びかかってきた獣型の魔物が見えない手につかまれたかのように空中で歪み、内側から砕け散る。しぶくさえ重さに吹かれて落ちる。剣後の周囲だけ戦場の法則が変わっていた。味方兵が驚愕の声を漏らす。前が開く。いけるぞ。剣後は息を吐き、盾を地面へ突き立てる。その瞬間、八海領域が縦に伸び、巨大な見えない壁となった。押し寄せる魔物たちが壁に触れた瞬間潰れる。ここは通さねえ。突破したきゃ。俺より重くなってみろ。挑発するように吠え、剣後はさらに力を込める。盾が悲鳴のように震え、地平線まで続くかのように重力の波が走った。前線が一気に押し上げられる。道を作るのは剣でも魔法でもない。たった一枚の盾だが、その盾が戦場を支配していた。三人の連携は訓練で試した時よりもはるかに洗練されていた。数正が新田山の剣で前線を割り、敵の注意を吹きつける。美咲がその背後から水槍で敵の動きを封じ、水の壁で味方を守る。剣後は盾で押しつぶしつつ、敵の突撃を根元から断ち切る。敵陣の中央でまるで一点突破の矢のように、三人が突き進むたびに戦況が変わった。敵は次第に混乱し始める。箱型の魔獣が火球を落とそうとした瞬間、岬の水蛇が絡みつき、呪文を中断させる。一陣の炎柱がその隙をついて隊列を焼く払い、剣後の重力壁が追撃を完全に封じた。まるで一つの生き物のように、三人が完璧に連動していた。すげえな、あの三人だけで壁が崩れたぞ。突撃だ。味方兵士たちが歓声を上げ、雪崩のように後へ続く。押し寄せていた魔王軍の部隊が彼らの前で瓦解していく。手応えがねえな。数正が息を吐く。これが進化のかごや。それだけじゃないわね。美咲が微笑む。そうだよ。お前らの強さも半端ねえ。武器が俺たちの能力を吹き出してるみてえだ。完全にシンクロしてるぜ。剣吾が笑い、盾を担ぎ上げた。味方の部隊が前線を制圧し、敵が交代を始める頃には戦場の空気そのものが変わっていた。誰もが彼ら三人を異常な存在として見ていた。やがて敵影が遠ざかり、号令が飛ぶ。ここまでだ。一旦戻れ。三人は互いに顔を見合わせ、小さくうなずいた。その少し離れた丘の陰で、ユーマは腕を組んだまま戦場を見つめていた。やっぱり桁が違うな。炎で道を切り裂く一心。戦場そのものを角変える岬。重力で前線を固定し、押し流す剣を自分の作った装備がまるで本来の持ち主を得たかのように暴力的なまでの力を発揮している。俺の進化の能力で作ったアイテムが勇者たちに渡るとここまで変わるのか。思わず息を飲む。あれは武器の力だけじゃない。勇者としての適性とアイテムの進化段階が完全に噛み合っている。相性が良すぎるんだ。魔王城の採用、漆黒の大広間に炎の揺らめく音だけが響いていた。マータ・バルザークはゆっくりと地図の上に影を落とす。推し進めた進行線は大きく腕力し、その中に奇妙な穴があった。ここだけ崩れぬ。深くつぶやく。バルミラが鉄仮面越しに目を細めた。勇者がいる拠点ですね。それに数名の得意戦力。違う。バルザークは指で一点を軽く叩いた。勇む者どもは厄介だが、いくつが通る。剣、魔法、手記、補給、いずれも説明がつく。ごく短い沈黙だが、ここだけは歪んでいる。正
たちの視線が集まる。進行は確かに進んでいる。だがその度に必ず踊りの人間の名が報告書の端に残るのだ。ゆっくりとバルミラがつぶやく。ユーマ、イシュバが影の中で舌を鳴らす。だが噛み合いすぎている。あの人間がいる場所だけ戦況の形が変わる。補給が追いつく。壊れた陣形がありえない速度で再構築される。本来なら崩れるはずの戦線が粘り続ける。それらが見えない糸でつながれるように滑らかに最適化されていく。偶然が重なるには度が過ぎていた。バルザークは静かに玉座へ身を預ける。勇者の剣よりもあの男の存在そのものが気に入らぬ。バルミラが北く問う。撃ちますか。バルザークは首を横に振った。まだだ。炎が「おう」と揺れ上がる。何者かを見極める。あの人間はただの兵ではない。魔性たちの間に言葉にならない寒気が広がった。脅威と断じるには早い。だが違和感だけは確かにそこにある。バルザークはゆっくりと目を閉じた。王の復活を前に無駄な目は残せぬ。そして命が下る。監視をつけろ。標的は勇者ではない。ユーマだ。静寂が落ちる。王国はまだ知らない。本人すら気づい